皆さん、こんにちは。今回は、クラフトサイトの中の人が喉を痛めたので、助けてやるのだ。これは、職場のノート PC で、電源が入らなくなったジャンクなのだ。飯山の NK50SZ というノート PC なのだ。早速分解するのだ。ずんだもんにはわからないけど、最近のノート PC は分解しやすくなったらしいぞ。筐体の材質が強くなって構造が単純になったということなのかな。裏蓋は簡単に開けることができたのだ。中にもう一つ構造物があったのだ。シンプルだけど強度はありそうだ。裏蓋を1枚外すとメモリや SSD、CPU にアクセスできるのはありがたいのだ。しかしビスが多いのだ。次はこの CPU のヒートシンクを外すぞ。基板の上の構造体を外すにはキーボードを外してビスを外さないといけないのだ。定規を利用すると簡単に外れるぞ。キーボードの下にビスが5本あるのだ。3つのフレキを外し忘れているよ。上の筐体と爪で止まっているので外していくのだ。まだビスがあったぞ。材質が硬いので割れそうで怖いのだ。AC アダプターから電圧がどこまで来ているか確認するのだ。中の人が中学生の頃から使っているアナログテスターらしい。MOSFET の隣のコネクタまではちゃんとつながっているぞ。いよいよ基板を外していくのだ。基板につながっている SSD やコネクタを外すのだ。これは Wi-Fi の基板かな。基板を固定しているビスがあるぞ。基板にプラスマークがあるので分かりやすいぞ。やっとキーボード下の導電テープやフレキに気がついたらしいのだ。あらら、フレキ1個見落としているよ。ほら、フレキが1本残ってた。ようやく外れたのだ。バッテリー充電制御に BQ7840S が使われていたのだ。この回路図はデータシートからコピーしたものだ。入力部の MOSFET はショートしていなかったので、他の部分を調べたらこの回路の先につながっている3つのスイッチングレギュレーター IC の入出力がショートしていたのだ。この2つが入力部の MOSFET なのだ。そしてショートしていたスイッチングレギュレーター IC なのだ。3つとも同じように入出力が、つまりハイサイドの FET がショートしていたのだ。これらの IC は
アリエクスプレスで売っているけどスペックがわからないのだ。どういうことだ。似た品番のデータシートが見つかったけど最大入力電圧が 16V だったのだ。 AC アダプターの出力は 19V なので壊れるのだ。でもこの壊れ方だと CPU やメモリに 19V が印下されている可能性があるので部品を交換しても動作しない可能性大なのだ。次は外したディスプレイをバラバラにするんかい。結局ひたすら分解する動画になってしまっているのだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。